メカ、Google の決算、売上も本業の儲けも絶好調だったのに、株価が 7% も下がったんだって。ああ、しかも今週はマイクロソフトとメタ、アップルとアマゾンの決算が続けてやってくる。世界中の投資家がある一つの疑いを確かめようとしているんだ。 AI はバブルなのかという疑いだ。 AI バブル、最近ニュースでよく聞くけど、絶好調なのにバブルってどういうこと？今日はそのニュースをたった2つの数字で自分の目で判定できるようにする。いくら注いだかといくら戻ってきたか、この2つだ。なお、外国のお金は1ドル163円で日本円に直して話す。最後まで見れば今週の決算ラッシュを自分の目でジャッジできるようになるんだね。やってみたい。まずは事件のおさらいから。7月22日、Google の親会社アルファベットが決算を出した。中身は文句なしだ。特にクラウド事業の売り上げは去年の同じ時期より 82% も伸びた。82% ってほとんど倍じゃん。それで何がダメだったの？投資家が見たのは稼ぎよりも使ったお金の方だ。アルファベットはこの3ヶ月だけで約7兆円を AI のための設備投資に使った。単純計算で毎日800億円ずつ使うペースだ。毎日800億円。もう想像がつかない金額だよ。しかも年間の投資計画を今年に入って3回も引き上げた。最新の計画は年間およそ32兆円、東京都の1年の予算の3倍以上に当たる。稼いでるのにそれ以上に使ってるってこと？その通り。実際この3ヶ月は事業で稼いで手元に残るお金がマイナスに転落した。絶好調の決算の裏で財布からはお金が出ていく方が多かった。だから株が売られたんだ。ここからが今日の本題だね。AI バブルかどうかを見るとき、プロが見ているのはたった2つの数字だ。1つ目はいくら注いだか。 Google にマイクロソフト、メタに Amazon、この4社の今年の投資計画は合計でおよそ120兆円。日本の国の1年分の予算とほぼ並ぶ規模だ。国の予算と同じくらいなの？それちゃんと返ってくる当てはあるの？それが2つ目の数字、いくら戻ってきたかだ。ここに有名な見積もりがある。今の投資ペースに対して AI が生む売り上げは年間およそ100兆円分も足りていないというものだ。100兆円も足りてないの？じゃあ全然回収できてないんだ。ただしこれは崩壊が決まったという意味ではない。さっきの Google もクラウド事業の儲けは1年で3倍以上に伸びている。回収が始まっている証拠もちゃんとあるんだ。注ぐ量はすごいけど戻りも増え始めてる。だからバブルだっていう人とまだ大丈夫っていう人に分かれるんだね。イメージはこうだ。巨大なバケツに4つの会社が滝のような勢いで水を注いでいる。でもバケツの下の蛇口から出てくる水はまだ細い。戻りが細いって分かってるのにどうしてみんな注ぎ続けるの？先に注ぐのをやめた会社が AI の競争から脱落するかもしれないからだ。だからどの会社も止まれない。これが今の構図だ。昔のバブルと比べてみよう。よく比べられるのが25年前のドットコムバブルだ。似ている点は確かにある。大手の売り上げに対する投資の割合は当時のピークを上回るという分析があり、アメリカの大手銀行のストラテジストもバブル前夜と似ていると指摘している。当時より激しいんだ。じゃあ今回もいつか弾けちゃうの？違う点もある。当時の主役は儲けの出ていない新興企業だった。今回の主役は本業で莫大な黒字を出している巨人たちだ。注いでいるお金の中心は自分の稼ぎなんだ。自分の稼ぎの範囲でやってるなら安心していいんじゃないの？ただ気になる動きもある。最近は社債、つまり借金でお金を集める動きが急に増えて、国際機関の IMF が注意せよと警告を出した。それに日本も人事じゃない。7月17日には日経平均が AI 関連株を中心に歴代5位の下げ幅を記録している。これ人事じゃないんだよね。
投資とか株とか自分には関係ないと思うかもしれない。だが、この120兆円はいつかどこかで回収される。そして回収の入り口はもうあなたの画面に来ている。私の画面、どういうこと？無料版チャット GPT の広告だ。アメリカでは AI の返事のおよそ半分に広告が表示されるようになった。日本を含む6つの国にも広がっている。確かに最近広告を見た気がする。そういうことだったんだ。無料プランの制限、値上げ、広告、この先の AI サービスの変化はだいたいこの回収計画とつながっている。そう思って眺めるとニュースの意味が変わって見えるはずだ。いよいよ実践編だよ。ここからが実践だ。日本時間で木曜の朝にマイクロソフトとメタ、金曜の朝にアップルとアマゾンの決算結果が届く。ニュースを見るときはこの2つだけ確認すればいい。いくら注ぐかといくら戻るかだね。具体的には何をチェックすればいいの？1つ目、投資の計画額をさらに増やすかどうか。メタは年間最大24兆円、アマゾンは33兆という計画をすでに掲げている。ここが上に動くのか？2つ目、クラウドや AI の売り上げがどれだけ伸びたか。注ぐ量に戻る量が追いついてきているか。投資だけ増えて戻りが伸びていなければ黄色信号だ。これなら見出しに振り回されないで中身で判断できそう。まとめよう。 AI バブルかどうかに今すぐの正解はない。だが、いくら注いだかといくら戻ってきたか、この2つの数字を見ればあなた自身の目で途中経過を判定できる。今週の決算ニュースで早速この見方を試してみるね。みんなも一緒にやってみよう。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価お願いします。リクエストがあったらコメントで待ってるよ。レリノちゃんでした。